今日は地球に周した夫婦が教える格安航空券の取り方を紹介します。はい、どうも、会社員を辞めて夫婦で世界旅行しているゼオです。すみです。僕たちは一緒に一度は行ってみたいっていう場所を全て回ることを目標に世界各国の絶景をお届けしております。今日のテーマは地球2周した夫婦がお届けする格安航空券の取り方ということで、これめちゃくちゃ友達とか親とかに聞かれるテーマなんですけれども、めちゃくちゃ聞かれる。なんかやっぱ今ツールとかアプリとかめちゃくちゃあるんで、航空券の取り方も多様化してるというか、いっぱいいろんなやり方があるんで、どれが正解なの、どうすんのがいいのって結構みんな分かんないというか、正解が知りたいみたいなところがあるので、今日はね、僕たちはもうめちゃくちゃもう何回も取りまくってるんで、2年間世界旅行今やってるんですけれども、もう国移動するためにとんでもない数の航空券を取りまくって、あまりに取りすぎて、空港にある航空券発見機か俺かぐらい発見しまくってるんですよ。極端戦ってるんで、やつと。ということで、このぐらい繰り返しやってる僕たちが、今日はその基本のやり方っていうのをお伝えしていこうかなと思ってます。ただ、一言に航空券予約しますっていうでも、いろんなツールとか、あといろんなパターン、条件とかがあるので、そのパターンを今日は紹介していこうと思うんですけども、例えば、行きたい場所は決まってるんだけど、日程は決まってませんっていうパターンで取る場合、で、一番安い方法ってどれっていう。とか、とりあえず何でもいいから、海外行きたい、一番安い航空券どれっていうパターンでいう探し方とか、いろいろあるんですよ。で、その中でゼオ家のいつもの流れ、ベーシックな流れをこう皆さんにお伝えして、これで取れば大体ちゃんと取れるんだっていう、ベーシックな取り方っていうのを皆さんにお伝えしていこうと思います。で、ちなみにゼオ家の場合は大体大雑把な世界旅行のこの日程とか場所みたいなのを僕の方で決めて、その後の細々したその日程で一番安い航空券とかを探すところと、実際そのチケットを取るところっていうのをすみちゃんにお願いしてるっていう、こう分担でやっております。やっぱ世界旅行ってさ、ティームワークが大事ですからね。ティームワークティームワーク大事ですから。そうですねで、これね、余談なんだけど、このチャンネルもチャンネル登録者数が7万人になってきているんですよ。で、結構いろんな方に見ていただいて、旅好きの方とか、あとは世界旅行に憧れてる、それこそ夫婦の方とかに見ていただいてるんですけど、一部ね、なんかアンチコメントみたいなのをちょこちょこ書く人がいるんですよ。ついに来ましたね。いるんですけども、例えば、航空券の取り方とか、ホテルの取り方が当たり前すぎるやろとか、ためにならんみたいな、そういうコメント書く人いるんですよ。ほっとけよって話なんですよ。本当にうちんちの取り方、たかがチケットの取り方なんで、好きにさせてよみたいな。そう日本って、パスポート保持率っていうところだと、パスポート持ってる人2割しかいなくて、8割はパスポート持ってない方なんですよ。それは日本が素晴らしいから別に外行く必要ないっていう側面もあるんですけど、この海外の格安航空券の取り方ってやっぱりその8割の人は知らないことを発信してるし、さらにその2割のパスポート持ってる中の人でもやっぱり海外に行きたいからそういうやり方知りたいみたいな人がいるので、やっぱりこのね、発信は意味あるというか、そういう話をね、どんどん紹介していこうと思います。はい、ということで本題入りまして、地球2周している夫婦がお届けする格安航空券の取り方紹介していこうと思います。今日はいくつかパターンを準備しているんですけれども、まずは一番ベーシックな日程と行きたい場所が決まってて航空券取るぞっていうパターンが一番ベーシックなので、こいつからやっていこうと思います。これはね、皆さんまずスカイスキャナー開くと思うんですけど、これ僕らも基本はそうしてて、まずはその基本のやり方からやっていこうかなと思います。まず日程と行き先が決まっている場合の説明をしようと思います。まず最初に使うのはスカイスキャナーで希望の日程と行き先を入力します。で、今回は東京からハワイに行く想定で検索していきます。で、出発日を4月8日にして帰りを4月16で適用します。で、検索してこの時直行便が良かったり、羽田とか成田などの希望の空港をフィルターしたりして条件に合った便を探していきます。いい便があればそのまま予約手続きに進むんだけど、スカイスキャナー経由で予約するのではなくって、必ず航空会社の公式サイトへ移動して予約手続きを完了させてください。スカ
カイスキャナーで一見安い値段だったとしても LCC とかだと最後預け入れ手荷物とか座席指定、機内食で不可避の追加料金がかかる場合もあるので、最終決済をする前に必ず最終の価格を見た上で検討してください。で、私の場合は Google のスプレッドシートを用いて調べた内容を記載して比較してます。で、各航空会社の最終の価格を記載して、あと機内食のありなしとか、手荷物の重さ、手荷物のサイズだったりとか、あとは何がオプションになるのかっていうのもメモ欄で記載してます。で、先ほど説明したのは日程が決まっている方向けなんですけど、今から説明するのは日程の融通が利く方向けになります。で、先ほどと同じように出発地と目的地を入れて、出発と帰りの日付は月全体、日程を変更可能にから行きたい月を選びます。で、そうすると4月だったら4月のどの日が一番安いかっていう一覧が出てくるので、そこで融通の利く日程を見た上で決めてください。これだと4月の11日が安くなってるので、4月の11を見ていきます。で、帰りは、1週間ぐらい入れそうだなーっていう感じだと、4月18日を選択して航空券を検索します。で、ここからは先ほどと同じで各航空会社の公式ホームページから最終価格をチェックして比較して決定してください。これがゼオ系の基本的な航空券の予約方法で、この方法で一番安い日程の一番安い航空会社でチケットが取ることができますっていうのが基本の流れになるかなと思います。で、これね、視聴者さんから結構質問いただくんですけども、なんでこれさっきから最終的にチケットを取るのは航空会社の公式サイトで予約するのかっていうような質問をいただくことがあるんですけれども、ここ見てもらったら分かる通り、いろんなね、サイト、エクスペディアだとか、あとはトリップドットコムとかっていういろんなサイトがあるんですけれども、航空会社の公式サイトが一番安いようにできているっていうのがまず原則なんですね。エクスペディアとかトリップドットコムとかの旅行エージェントに関しては仲介料を取る分高くなりますし、一見安そうに見えるものもあるんですけども、手荷物とか座席指定すると追加料金がかかってきて最終的に高くなるっていうパターンが多くなります。なのでスカイスキャナーを使って探しはするんですけれども、最終的に予約するのは航空会社の本家の公式サイトから予約するっていうのを覚えておいてください。あとこの本家のサイトを選ぶっていうのもキャンセルポリシーとか変更ポリシーっていう観点でもあって、エクスペディアとか、トリップドットコムとかを経由すると、本家の飛行機のチケットのキャンセル変更ポリシーもあるし、エクスペディアが提示する変更キャンセルポリシーっていうのがあって、それをね全部この消費者側でチェックするってすごいね煩雑カオスな状態になるんですよ。なのでそういうのもあって一番ベーシック、一番そのマスターとなる本家の航空会社のサイトを見ていただくっていうのがいいかなと思います。じゃあ次に僕の方からですね、次ちょっと変化系ということで、日程はざっくり決まってるんだけど行き先がまだ決まってない方向けの探し方になります。これ同じくスカイスキャナーを使うんですけども、少しねコツがあるんですよ。これねめちゃくちゃ便利ですね。出発地はさっきの通り東京すべての空港とかでいいんですけれども、目的地を次は入れないっていうことにして、で次は日程をこれちょっと適当なんですけど入れます。であとはすべての場所から探すっていうのをポチッと押しまして検索とします。そうするとですね、さっきと挙動が違いまして、さっきはチケット一覧が出てきたんですけども、次はこの国が出てくるんですよ。で上から順番に安い価格で行ける国が表示されるので、これを見てまずはお友達とか家族とかでここってこんな値段で行けんの、これでねまず一盛り上がりします。これざっと見ると、例えばこのフィリピン52,000円とか、フィリピン行きたいね今盛り上がってるしとか、あとはベトナムとか、台湾47,000円、やっぱ台湾は安い。韓国も31,000円、もっと安い都市もあるんですけど、このぐらいの値段で行けますよっていうところでこう盛り上がります。僕はね結構シンガポール今気になってたりとかするんで、っていうので盛り上がります。でここで終わりではなくて、さっきのシンガポール58,000円とかちょっと高いぞってなったら、さっきすみちゃんがやったのと同じ通り日程変更可能に固定しまして、4月そして袋を5月、こ
これで適用っていう風にすると、さっきすみちゃんがやった通りさらに安い日程の安くなってる。そう日程を教えてくれるんですね、シンガポールをポチッと押します。そうするとここから日程して、で4月がでこれで見ると28とか29で出発すると一番安い29。黒が5月の有給取っていただいて4日かなんかで帰ると良さそうと、航空券検索。安いんじゃない？これはいいんじゃない？直行だ。これで直行にシンガポールに4万6000円で行くことができます。これ熱いね。これ熱いよね。もう今から俺これ予約したいもんねこれ熱いね。しかも7時間直行なんでね、ぶり替えもないです。はい。で次のパターンなんですけども、次は行きたいスポットは決まってるんだけども、どういう風な空路で行ったらいいかわからないっていうパターンについて紹介しようと思います。さっきまで使ってたスカイスキャナーってあくまでも行きたい国のメジャーな空港に行くっていう場合の前提なんだけど、例えばアルプス山脈に行きたいとか、アメリカのグランドキャニオンに行きたいとか、行きたいスポットは分かってても、そのスポットに行くまでどういう空港を辿っていけばたどり着くのかわからないっていうパターンの時は、この Google フライトと ITA マトリックスっていうツールを使っていきます。 Google フライトの特徴としては、マップ上で空港と価格が表示されるので、空港の地理的な位置と空港同士の価格の差、どこからその国に入ると安いかとかが分かります。例えば今回はアメリカのグランドキャニオンに行きたいっていう風に調べます。グランドキャニオンの位置がここですねと、でアメリカにはねとんでもなく空港が多いんですよ。でそうするとこの周りの空港と価格をこうやって地図上で表示してくれるんですね。これで地図上でこのグランドキャニオンに近い空港の位置と、あとはその価格ですねが分かるようになります。それでこの Google フライトで大体の目星をつけたら、次に使うのがこの ITA マトリックスというツールになります。さっきの Google フライトって結構使ってる人いるかもしれないんだけど、その元となるシステムが ITA マトリックスっていうツールで、これ Google フライトと何が違うかっていうと、かなり曖昧な検索ができるので、行き先とか日程とかを曖昧な時にとりあえず全部ぶち込んで価格を比較して出そうっていう時に使うことができます。これ具体的にねめちゃくちゃ便利なので、やりながらお伝えしていこうと思います。これがね ITA マトリックスの画面になるんですけども、これ僕が実際使った履歴を今入れています。この時はそのまさにアルプス山脈に行きたいっていうことで、これ Google フライトの中でアルプス山脈に近い空港っていうものを探し出して、ジュネーブなのかチューリッヒなのかっていうところを探してたんですけども、よくよく見たらミラノのとこ安いじゃんっていうことに気づいて、ミラノ行ってみようかなとか、あとはイタリア側から調べてみるとベネチアからも行けるっていうことで、ベネチアに行くべきかっていうところで地理的な状況を見ました。ただ結局実際そのどこに行くのがいいのかなっていうところを、この日程とかも含めて曖昧検索したかったので、この後実際にこの ITA マトリックスの方にこういう風に入力しました。これ何を表しているかっていうと、ここがですね、出発地が羽田、成田で、到着地がチューリッヒとか、あとジュネーブとかですね、とあとはローマのイタリアとかもついでにどうなんだろうとかを見てみたり、あとはこれギリシャのアテネを見てみたり、イスタンブール、イスタンブールって日本から行くと結構安かったりするので、この辺りのハブとかを経由するのどうなのかなっていうようなところを全部ぶち込みます。さらにここまでいったら日程を4月27っていうことで入れて、ここから日程の曖昧検索ということで、だいたいプラマイ2日でここで曖昧検索っていうことで、これでだいたい OK かな。でエクストラストップっていうのが乗り換えですね、ノーリミットということで、これあと通貨を JP 円にして検索というふうにするとですね、はい、ジャンと出ました。これ若干ね見づらいんですけれども、ここが価格帯で、これで経路を見ることができます。これはローマですね。これは東京からローマに行く便が一番安い、8万9000円で行けますよってことがこれで分かります。でここでずらーっと見ていって、さっき入れた例えば羽田からイスタンブールとか羽田からチューリッヒとかっていうものを価格ごとに並べていくっていうことで、日付と航空会社行き先をこうやってリストアップできるっていうのがこの強みになります。
でここまで見てきたらだいたい旅程の計画、ローマに入るのどうかな、龍馬からアルプス山脈の方行くのどうかなとか、そういうことを考えつつ最終的に旅程が確定したら、さっきすみちゃんがやったように、公式の航空会社のサイトから予約するっていう手順を踏むっていうのが、この今回の曖昧検索 ITA マトリックスを使った航空券の取り方っていう風になります。はい、ここまでが一応ベーシックな僕たちの調べ方っていう形になるんですけれども、視聴者さんのご質問に答えていこうと思います。まずですね、ゼオ家と同じ調べ方をしても、高い価格の便しか出ません、これってなぜでしょうか。はい、これね、原因があるんですよ。これ実は格安ホテルの調べ方、外れを引かない格安ホテルの調べ方っていう時にもあったんですけれども、原因はクッキーっていうやつが原因になってます。クッキーか。そう肉クッキーなんですよ。でこのクッキーっていうのが何かっていうと、例えばすみちゃんがスマホとか、パソコンとかで航空券とかホテルとかを予約しようっていう風に調べるじゃないですか。でそうするとこのクッキーっていうやつが、このホテルのサイト側とか航空券のサイト側からすみちゃんがスマホで航空券とかホテル探してるぞっていうところを見つけるんですよ。そしたらなんか急に航空券の値段がさっき1時間前より高くなったぞっていう。でこれを視聴者さんとかで結構体験されてて、値上がりしたのかなってみんな思うじゃないですか。これの原因はね、クッキーっていうやつが原因でして、そのサイト側からすみちゃんがホテルとか航空券のチケット探し始めた時に、こいつ探してるぞ、値段上げちゃおうっつってすみちゃんの画面だけ値段ちょっと上げるんですよ。でそれであれ上がっちゃったって、でも必要だから取らなきゃってことでちょっと上げた値段で買わせるっていう仕組みに使われてるのがクッキーっていう仕組みになります。クッキーって悪いやつだね。クッキーって一概には悪いとは言えなくて、クッキーにも、いろんなクッキーがいるんですよ。2クッキー以外もいるの？ 2クッキー以外もいるんですよ。全量のやつもいるんですよ。でこれね、本当に余談なんで、ここは別に覚えなくてもいいんですけども、さっき言ったような、値段を釣り上げるための識別子クッキーっていうやつもいたり、すみちゃん本人っていう本人認証をしてあげて、悪いやつから守るクッキーっていうのがいるんですよ。プロテクトクッキーがいるの？そう、正義のクッキーがいるんですよ。例えばすみちゃんがじゃあホテル航空券を予約しようとした時に、悪いやつがすみちゃんのふりをしてログイン認証をして、それで航空券を取ろうとするじゃないですか。でそうするとその正義のクッキーが例えば悪いやつからのアクセスを、あれこれすみちゃんのさっきのクッキーと違うクッキー来たぞってなって、すみちゃんのふりをしたすみちゃんじゃないやつのアクセスだ、お前誰だってことで、すみちゃんを本人認証して守ってくれるっていう、いいクッキーもあるんですよ。そうなんだ。じゃあさ、クッキーってサイトログインした時に同意しますか同意しませんかって出てくるじゃん。あれは否定しない方がいいんだ。それね、何とも言えなくて、とりあえず安い航空券を取るだけっていうのであれば、全て拒否するで OK です目的がそれだけだったら、そんな悪いやつなかなかいないから全て拒否するか、もしくはパソコンのブラウザ、Chrome とか、Firefox とかのプライベートモードっていうやつがあるので、プライベートモードっていうやつで取るとクッキーで追跡されることがないので、この方法もクッキー対策としてはおすすめになります。はい、じゃあその次の質問。ゼオ家はマイルを貯めてマイルで航空券予約とかをしてますか？はい、なるほどね、確かに、航空券といえばマイルうまく使えば格安で取れるっていう話もあるんで、それゼオ家でやってますかっていう話ではあると思うんですけども、結論から言うと僕がアナのビザのゴールドカードを持っていて、すみちゃんはホテル担当ということで、マリオットボンボイカードを使って、確かにマイルとかポイントを使ってお得に取ってはいます。これはアナのカードを僕が普段使っていて、買い物すればするほどマイルがどんどん貯まるので、よっしゃ旅行行くぞっていう時にそのポイントを使って航空券買うと。で今度ハワイ行くんですけども、ハワイ普通に取ると2人で往復20万とかなのを、今回はマイル使って10万円で取れたってことで、半額で取れるっていう、そういう技というか、やり方もあります。で、すみちゃんの場合もマリオットボンボイカードを使ってて、こいつもかなり強力です。で、マリオット系列のホテルがポイントで泊まれるので、今物価爆上がり中のハワイの高級ホテルとかもそのポイントで泊まれることができます。ハワイはね、今ほんと1泊10万とかするパターンもあるんで、かなりこのマリオットボンボイカードのポイントっていうのは救われてます。救われますね。これね、ちなみに
キャンペーンでも何でもないので、なんでもない。なんかキャンペーンコードとかそういうのないです。PR じゃないです。PR じゃないです。PR の時はもうめっちゃ PR したい。ガチで気に入ってるから。そう。マジでおすすめです。で、その次の質問です。荷物が多くていつも超過料金を払っているんですけども、なんかいい方法ないですか？確かに僕たちも世界旅行初期の頃はよく荷物の超過、23キロを超えたりとかして超過料金払ってたりとかしたんですけども、結構ねいろんなコツを駆使して、もう最近は絶対超過料金取られない。例えば分かりやすいやつだとサブバッグを持つっていうパターンがあって、サブバッグの登場です。こいつですね。じゃーん、はい、見えるかな。僕らはルーカーさんの結構デカバッグを使ってて、こいつ結構軽いし、防水だしすごい使いやすいんですけども、スーツケースで23キロ預けた後に機内に持ち込む手荷物にこいつを持ってって、超過しそうな時はこいつの力を借りる。もう、ガタンって持ち込む感じです。めちゃくちゃ頼ってるよね。めちゃくちゃ頼って、このルーカーなしでは世界旅行は完遂できなかったと思う。そうだね。スーツケースの方は23キロ超過のその重量を結構しっかり測られるんですけど、サブバッグって10キロ制限とかあるんですけど、持ち込み手荷物の重量測られないパターンが多いんで、海外だと1回も測られてない。1回もないぐらい、なので突っ込んどけばなんとかなるかなっていう感じがあります。でさらにまっとうな方法でなんとかするっていう方法だと、着る持つっていう方法があって、スーツケース預けるときに手荷物ももし測られちゃうってなったら、アウターをまず着てください。重そうなアウター着る、カメラとかも背負う、重そうな靴履く。それでかなりスーツケースの荷物が減るし、手荷物も減る。この着てるものは自分の体重なんで、荷物ではないので、別に体重太ってても別に文句言われないので、そうやって持ち込む手荷物の重量を減らすっていうテクニックがあるので、もしもの時はね、このテクニックを覚えておくのがいいんじゃないかなと思います。ということで今日は地球2周している夫婦がお届けする格安航空券の取り方ということでいかがだったでしょうか。結構ね、何やかんや情報量かなりあったんじゃないかなと思うんですけども、正直ね、この他にも細々とした tips いっぱいあるんですけども、情量多すぎるんで、今日はもう本当にベーシックな基本の格安航空券の取り方ということで紹介しました。で、ここまで動画見てくださった皆様ありがとうございます。チャンネル登録といいねをお忘れなくお願いいたします。そしてゼオケではメンバー登録の方をお願いしております。よりね、ゼオケの活動を応援したいという方は概要欄からメンバー登録の方をお願いします。お願いします。人生は自己実現と家族孝行、ゼオケの冒険は続く。